こんにちは、ゆこゆこです。前回の動画では捨て活の様子をご紹介しましたが、手放そうと決めたものでももったいないと感じて捨てが止まってしまうことはありませんか？私も以前はまだ使えるし、高かったし、もらったものだしと考え始めるとなかなか前に進めませんでした。今回はそんなもったいないという気持ちに向き合いながら、私がどのように考え手放しているのかをお話しします。もったいないと思うもの5選を通して手放しやすくなるヒントをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。ポイントはざっくり言いますと、どんなものにも食べ物同様の賞味期限があると捉えることだと思っています。では早速見ていきます。1、高かったもの。せっかく高いお金を払ったのに捨てるのは損。人は自分が持っているものに対して実際の価値以上に高く見積もってしまうという授かり効果という心理が働き、特に高いお金を払って買ったものほど手放すのがもったいないと思ってなかなか捨てられなくなるそうです。でもそのものを買った時の状況と今の暮らしは変化しています。捨てるかどうしようかと悩んでもやもやして心のゆとりが失われる場合もあるので、売るか譲るかで手放すのが良いと思います。試しにメルカリのサイトなどでいくらぐらいで売られているのかを調べると、私は客観視できるようになりました。こちらのブランドバッグ、20年以上前に買ったものでそんなに高かったものではないのですが、試しにリサイクルショップに持ち込んで査定してもらいました。持ち込んだ時点で次の誰かに使ってもらえると思うと気が楽になりますし、値段がついたらラッキー、つかなかったら処分してもらおうと決めていたので、思いがけず今回2000円で手放すことができて嬉しかったです。こちらの麦わら帽子、カゴバッグも春夏のものなので、来年春にリサイクルショップに持ち込んで手放す予定です。高かったものに関しては、まずは査定してみて、その価値を客観視してみると、私の場合はかなり手放しやすくなります。2、いただいたもの。もらったものだから手放すとなると申し訳ない。消耗品以外のいただき物について、自分だったら選んでこなかったものと向き合ったとき、送ってくれた方の気持ちを裏切ってしまうのではないかという罪悪感を感じ、以前はそのままずっと保管していました。しかし、私がミニマリストになりたいと思い始めてから、食べ物だけではなくて、すべてのものにも賞味期限があるのではないかと考えるようになりました。なぜかというと、暮らしやライフスタイルが変われば、役割や価値も自然と変わってくるんですよね。諸行無常という言葉があるように、私たちの考えや思考も移り変わるのが当たり前で、物の賞味期限という考えから、すべてのいただき物を即使わせていただき、実際の暮らしに取り入れています。いただいたものがもたらしてくれる幸せ時間に感謝の気持ちを込めながら使っています。例えば、こちらのサウナグッズ、自分では選ばないだろうデザインで、〇〇専用グッズって物が増えてしまうんじゃないかなとか、
そもそもサウナバッグというもの自体も知らなかったのですが、ありがたく使ってみるととても機能的で便利なんです。私たち夫婦の暮らしに変化をもたらしてくれた贈り物の一つです。もちろん防水が効いてるし、外のポケット、内ポケットもお風呂グッズを持ち運ぶのに最適で、さっと準備ができて、サウナにはまり始めた私たちにぴったりでした。専用バッグを持つことにより、習い事に通うような感じがして、好きをより一層深めるきっかけをくれました。また、猫ちゃんの充電式アイピローは、パソコン作業が多い私たち夫婦に必要なデジタルデトックスの時間もプレゼントしてくれました。なので、いただいたものをすべて、物の賞味期限が来ないうちに即使うことにしています。3、思い出のもの。これを捨てたら思い出まで消えてしまう気がする。子供たちの小さかった頃の成長の記録や思い出品は、写真に撮ってデジタル保存というのはよく聞くと思いますが、インスタグラムなどの SNS に載せてから手放すと、家族がいつでも見れるので気持ちが楽になります。また、旅のお土産はなるべく食べ物や消耗品にして、また歴代の思い出写真を写真編集アプリで何枚もの写真を1枚にしてスマートフォンの壁紙にしています。思い出のものは写真に収めるか、旅のお土産を買う場合は消耗品にします。4、好きだったもの。思い入れがありすぎて手放せない。以前の私はフレンチカントリー調の白を基調とした雑貨や家具が好きで、旅行の際にアンティークショップに立ち寄り雑貨を集めてきました。しかし、年とともにお手入れが行き届かず、飾って眺めることの多い古いものに埃が溜まりがちなので手放すことにしました。こちらの椅子たちも今でも置いてあるだけでしみじみ好きだなぁと感じられるものでしたが、購入当初から座ると少しガタついたりするので、もっぱらオブジェとして飾り物になっていました。アンティークは一点物ということもあり、手放すか本当に悩みましたが、思い切って決断して古道具屋に売りに行きました。こちらの古道具屋さん、売られているものが素敵すぎて、思わず売れたお金でまた買ってしまいそうになる自分がいましたが、見た目はすごく好みでも、機能面が弱いアンティークは未来の自分を楽にできないので、今後も持たない、買わないと決断し、気持ちに整理がつきました。好きだったもの、未来の自分が時間セレブになれないものは手放す。5、趣味のもの。時間や環境が整った時にまた再開したくなるのでは。数年前、楽器が何か演奏できたら素敵だなと思って、初心者でもすぐに弾けると言われているウクレレを始めてみました。YouTube を見ながら何ヶ月か頑張ってみたのですが、音痴すぎることもあって、弾き語りが思ったよりも難しくて、そのうち時間が経って、今ではサウナや YouTube 作成など新しい趣味に夢中になっています。再開する気持ちも湧かないので、思い切って手放しました。趣味を一つ手放すと、その分の時間とエネルギーが空いて、
また新しい楽しみを見つけるチャンスが広がりました。次はどんな世界が待っているんだろうと思うとワクワクします。自分の本当に好きなこと、趣味を夢中になってできる時間セレブな暮らしに近づくように、すべてのものには賞味期限があるという捉え方をお勧めしたいなと思いました。5つのもったいないものについての私なりの考えをお話ししました。もしこの動画が少しでもこれからの暮らしのヒントになったら嬉しいです。よかったらチャンネル登録やグッドボタンもお願いします。また手放す際の他にいいアイデアがあってコメントなどいただけたら嬉しいです。